ティーラテのアイス。美味しい。初めて入る。マッシュショコラ、ガレットデロワショコラ、プラリネショコラ。これがこれ。こんにちは、シュチです。カメラに向かって話すのが久しぶりなんで、それもちょっと緊張するんですけど、実はこの後めっちゃ久しぶりに会社の方から復職に向けての電話がかかってきます。緊張してます不安です。すごく。今まで主治医の先生の判断で会社の方には連絡を控えてもらっていたので、もう本当に電話はすっごい久しぶりなんですよ。前回上司の方と電話でお話ししたのが休職直後、お休みに入ったもう次の日とかだったので、上司の方は私の体調を気にかけてくださったり、気がつけなくて申し訳ないっていうこととか、自分が悪いと思わないでねとか、自分のことを責めないでとか、会社のことは考えないでゆっくり休んでねっていうことをいろいろお話ししてくれたんですけど、
その時はもう私のメンタルがもうボロボロだったっていうか、もう自責の念しかなくて、もうその電話の時はもう泣きながら、もうごめんなさいと、ご迷惑をおかけしてすいませんしかもう言えなかったんですよ。しかもその電話、心療内科の病院の帰りで、出先で電話したので、もう外で一人でボロボロ泣きながら電話していたので、もう忘れられない経験ですね。まあでも、今考えたら、なんで休むことになったかっていうと、職場環境によるストレスがもう一番だったし、今までの学生時代の時のバイト先とかで、こうやって病んだことはなかったので、まあ私が悪いわけじゃないんですよね。って言うとちょっと語弊があるんですけど、まあ、私だけが悪いわけではないし、私もなりたくて適応障害になったわけではないし、休みたくて今休んでるわけではないので、まあそこを負い目に感じたり、恥じる必要は全くないと思ってます。っていう感じで、まあそういう風に考えられるようになった時点で、だいぶね、私の抑うつの症状は安定してきてるんじゃないかなっていう風に思いますね。っていうのも、いろんな人の本を読んだんですよ。エッセイとか、曲も聴いたりとか。あといろんな人と会ったり話したりして考え方が徐々に変わってきたので、まあこのお休みも無駄じゃなかったなっていう風に思います。緊張する。電話頑張ります。